こんにちは、盆栽職人見習いのとしです。今日は水やりについてやりたいと思います。盆栽ではものすごく大事なんですけど、初心者からしたらすごく難しいので、その辺を今日は分かりやすく説明できたらなと思います。水やりっていうと、水が鉢の中に当然なくなってしまうと盆栽は枯れてしまう。だけど水をあげすぎると今度は根っこが腐ってしまう、根腐れっていう状態になってしまうことがあるので、その辺を僕らは見ながら水やりをするんですけど、じゃあこの状態でどれぐらい水をあげればいいのかとか、これの状態だと水あげない方がいいのかとか結構あるので、その辺についても詳しく説明できたらいいなと思ってます。水やりの基本なんですけど、今これ結構土がもう乾いてる状態なんですけど、乾いてる状態のものには鉢の底から水が出るぐらい、しっかり水が出るぐらいあげるっていうのが基本です。たっぷりあげるっていうのをまずは知っておけば、そこからいろいろ応用が効くので、初心者の方はこの鉢の底からちゃんと水が出るぐらいあげるっていうことを心がけてやってみてください。例えば今の季節だと1日に何回ぐらいあげればいいんですか？今夏ですけど。1日にだいたい最低でも2回、朝と午後、夕方ぐらいですかね。朝起きて8時ぐらい起きるじゃないですか。はい、8時でお水あげて、はい、カンカン照りの快晴の日だったら何時ぐらいに水あげたらいいですか？今日みたいに30度超えるような日だと、木の種類とか鉢の大きさとかそういうことにもよるんですけど、だいたいもう2時ぐらいにはだいぶ乾いてるかなって感じると思います。2時にあげて、もう夕方とか夜はあげなくていい？こういうちっちゃい鉢のものっていうのはあんまりこの鉢の中に水を含んでいる時間が当然短くなるので、乾きもその分早いんですね。なので夕方もしかしたら少し乾いてる状態になるかもしれないんで、そしたら、これもちょっと感覚になるんですけど、軽く上げるっていうのを心がけてください。軽く上げる？さっきのだったらこう下から垂れるぐらいだったし、今度はそこまでしなくていいです。当然夜になれば太陽は沈むので乾きも鈍るんですよ。で、夜中に木の根っこが活動するんです。その時にこの鉢の中に水がいっぱいあると、根っこが自分で判断して、もう伸びなくていいや、どっちにしろ水たっぷり入ってるから、それを半乾きとかにすると根っこが水を求めてこう伸びてくれるんですね。根っこが当然長い方がその分栄養も吸収できるので、木も元気になるっていう風になるので、夜中に結構乾くぐらいの感じで、夕方はほんと少しあげるっていう感じです。なんか仕事しててお昼にあげれない人ってどうしたらいいですか？お昼にあげれない人は別の回でも詳しくやろうと思うんですけど、例えば100均で売ってる受け皿みたいのに水を張ってそこに置いておく。そうするとこの鉢の下の穴から水を吸収してくれるので、なるほど。そういうのでもいいと思います。でその時は帰ってきたらしっかりあげる？そうですね、乾き具合にもよるんですけど、とにかく帰ってきてもすごいひたひたな状態ではちょっとかわいそうなんですよ。ひたひたな状態ってことは、朝あげて受け皿に盆栽を置いてってなると、朝からずっと夕方までひたひたの状態じゃないですか。乾いてる時間がないんで、人と同じですよね。朝からずっと飯食って午後までずっと飯食ったらもう苦しくてしょうがないじゃないですか。そんな感じなんで、しっかり一日のどっかで乾いてあげる時間が必要なんですね。なんで受け皿の水の量を調整したりとかっていうことも詳しくまた別の回でやれればなと思ってます。盆栽の上に苔乗ってること多い？はいはいはい。あ、これもそうですね。じゃある方がいいのかなと思って乗せてるけど、それってない方がいいんですか？初心者の人だと苔があることによって乾き具合がわからないってなるんですよ。全然わからない。わかんないですよね。まず一つは土が見えない、表面の土が。これも全く土がもう見えない状態なんで、これパッと見た時に乾いてるのか乾いてないのかちょっと分かりにくいじゃないですか。っていうのがまず一つっていうのと、苔自体が水分を含んでなかなか乾きにくくなってしまうんですよ。これとかも朝あげて今午後1時過ぎてますけど、まだ乾いてないんですよ。すごくずっしりしててっていう感じで、苔が乗ってないやつは結構乾いてるんですけど、こういう風に苔が張ってあると乾きにくくなってしまう。さっきの話で言うと乾かない時間が長くなってしまう。初心者の方だと本当はあった方が可愛いんですよね。苔が乗ってる方が可愛いし、だけど水の乾き具合とかそういうことを見るんだったら外した方がいいです。外していい？外しても問題ないです。なんか皮膚を剥がすみたいな感覚で。いや違う、そんなことない。そんなことないです。お化粧みたいな感じですね。女性の方だと家でいる時お化粧はしない。だけど外出する時お化粧するじゃないですか。盆栽もちょっと似たようなとこあって、
こういうところにある時は別に苔張ってなくてもいい。だけどどっかに飾る時とかはやっぱ苔があった方が綺麗な感じになる。あった方がいいっていう状態はないんですか？ものすごい元気で、木が元気だとやっぱりその分もう水を吸い上げるんですよ。当然水をあげて食事みたいなもんなんで、すごい食事くんです、元気だから。なかなかそれだともう水やりが追いつかない、仕事してて追いつかないとかだと、苔があった方が水分を含んでくれるので少し楽になるかもしれないですね。じゃあその盆栽の元気状態にもよるっていうこと？そうですね、盆栽の元気状態にもよるし、これとこれでは鉢の大きさが違う。明らかにこっちの方が水をたくさん含んでくれる。元気がない子にはある方がいい、ない方がいい？元気がない子にはできればない方がいいです。なんかどっちかっていうと絆創膏とかさ、なんか包帯みたいなイメージでなんかあった方が優しい気がする。いや、そういうわけじゃないですよね。そういうわけじゃないです、はい。じゃあお化粧だと思えば肌荒れしてるのに、そう塗らない方がいいみたいな。いいですね。なるほど。元気がない子はなるべく乾いてほしいんですよ。あんなに水やれって言ったのに。元気がない子って人間でいうともう体調崩してる、頭痛いとかお腹痛いとか、そういう時にもうずっとベッド横になってるじゃないですか。でもそれで家族がカレーライス大盛りとか持ってきたら、ふざけんなよってなるじゃないですか。そんな感じです。だから元気がない子はなるべく乾かしてあげる。僕らはそういうのを見ながら水やりをしてます。だから苔がない方がいい。なるべく乾くように。大事なことを忘れてた。水ってまずは土の部分に水をかけるんですよ。でその後に上の葉っぱの部分。そうなんです。まずはこの下の部分に土あげて、上の部分あげる。これもし上の部分やっちゃうと、どうしても上やったからちょっとかかっちゃうじゃないですか。それでこれ水もう入ったって勘違いしちゃう可能性がある。大事なのはここにちゃんと水が入ることなんで、しっかりまずはここに水をあげてから次に葉っぱにあげる。あとはこれをもし近くでバーってやっちゃうと、これ土こぼれちゃったじゃないですか。土はあんまこぼしたくないんで、あんまり近くじゃなくて少し離れたところからあげる。そうするとこれ土がこぼれないんですよね。っていうのも大事です。それは盆栽用なんです？これ盆栽用です。一般の家庭にあるのってこうさ、水差しみたいなやつ、あれダメ？いいんですけど、しっかり水があげられれば。理想はやっぱりこういう細かい水が出る方がいいですね。こういうふうにちょっと壁際に置くこともあると思うんですよ、盆栽を。そうするとこっちから水をやると、この正面しか水がいかなくて、その裏側の土にちゃんと水がかからないことがあるんで、しっかりこう前もやったら後ろからもちゃんとあげる。でまんべんなくちゃんと水がいくようにしてあげてください。これ一回水今あげたじゃないですか。本当はもう一回やりたいんですよ。っていうのはこれ結構乾いてる状態でもうカチカチなんですよ。水あげたらもうすぐに入ってくるっていうものだったらまだいいんですけど、こういう風にカチカチの状態だと一回ジャーってあげてもカチカチなんでちゃんと入っていかないんですよね。なんで一回こう湿らせてあげて、水が入りやすい状態にしてあげて、もう一回あげるとしっかりこの下からさっと出てくる。僕もここにあるものはもう一回やってちゃんと水がしっかりと出てくるようになります。基本的にはじゃあこう2回に分けてあげるのがいい？そうですね、表面の土がカチカチだったら。だけど植え替えしたばっかのやつは本当にもう見たら分かるんですけど、さーっと抜けてきます。乾いてる盆栽と乾いてない盆栽の違いなんですけど、これはもう乾いてる状態です。土触ってももう全然水分がない。乾いてない盆栽、ちゃんと水が入ってる盆栽っていうのはこういう感じ。もう全然色がまず違うじゃないですか。皆さんもぜひやってもらいたいんですけど、朝一ですごく乾いてる状態一回持ち上げてみて、だいたいこれぐらいの重さかなっていうのと、水をさーっと上げてもう一回持ち上げてると、もう明らかにずしっと重さがくるんですよ。これがいっぱいの状態かっていうのを感覚で分かってあげると、ちょっと減ってきたかなっていうのも分かるし、もちろん乾いたなっていうのも分かるし、鉢の中ってなかなか見えないんで、僕らもそうですけど、鉢の中の状態どれぐらい何%ぐらい入ってるかなっていうのも感覚で分かってくると思うんで、ぜひ参考にしてやってみてください。例えばじゃあ雨の日とかって水やりどうしてるんですか？そうですね、雨の日は当然もう水がちゃんと盆栽のこの鉢の中に入るんですよね。で一番理想なのは雨なんですよ。雨の水が一番こう優しいし、しっかり入ってくれる。でそれが一番いいんですよ。なんでじょうろとかさっきのホースはなるべくこの細かくして雨に近い状態、高いとこからやれば当然優しい水がいきますよね。
なんで雨の時はもうしっかり入ってるんだったら当然水やりはしなくていいです。ただペースは変わると思います。朝になってもまだ乾いてないってなると思うんで、そこら辺のペースがちょっと変わってきちゃうかもしれないです。まあそういう時はさっきみたいにこうちょっと持ってみて、はい、まだ入ってるねとかそうですね、やればいいってこと。はい、ここ1日2日忙しくてちょっとお水しっかりあげれてないわっていう時って例えば3日目とかにたっぷりあげた方がいい？いや当然それはあげる時は初心者の方はもうたっぷりあげた方がいいです。鉢の底から出るっていうのはちゃんとやった方がいいですね。この時期ね 2,3 日あげるってほぼアウトなんですよ。冬場だったら大丈夫です。もう1日忘れるとやっぱ難しい。1日忘れるとどっかなんか色が落ちたりとか茶色くなったりとかっていうことが結構ありますね。やっぱプロだったら枯らさないんですか？プロも枯らすんですよ。枯らすん枯らさないようにっていうのはもう常に考えてますけど、でもやっぱ枯らしちゃうことあるんですよね。その代わりなんで枯らしたのかっていうことをまあその子から教えてもらう。もう本当にごめんねっていう気持ちを持ちつつ、なんで枯れたのかを教えてもらったら他の子たちにも生かしてあげられるし、もう本当にずっと失敗してきます僕らは。まあじゃあ初心者も枯らす可能性はあるっていう。ありますあります。学んでくださいって。そうですね。だからよくこう観察してあげることが大事ですね。はい、ということで今回は盆栽の水やりについて説明しました。とにかく乾いたらたっぷりあげるっていうことを、それをまずベースにして、あとは乾く時間もしっかりあげる、大切な盆栽だと思うんでしっかり観察する。もうここら辺のことがやれればそんなに言っても弱くはないので、ちゃんと自分で生きようってなるので木も。なので今言ったことを意識しながらやってみるといいかなと思います。ちょっと弱くなってしまった盆栽とかはまた次回にやりたいと思うので、そちらを見ていただけたらなと思います。質問がありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。ではチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。